クロスオーバー的な位置づけで、自分も昔はね、マツダ2の車高を上げただけだよなんてね、思っていた時期がありました。ただね、全然違いますね。この CX3 の 1500cc に乗って、やっぱ最強でしょと。もうこれだよって。これなんだよ、エンジンは。ごめんなさいと思っちゃったね、いいところでね。あと、乗り心地。フロントシートめちゃくちゃいいです。で、リアシートは、スペース最小限ですし、乗り心地もそれなり。これが率直なところ。っていうのをね、実は昨日ね、この車乗る前に、ちょっと他の方のレビュー太めにしたんですね。そんなに車にお詳しい方でなかった。ごめんなさい、ちょっと言い方あれかな。でも230万円の、むしろマツダの末っ子と言えるこのクラスで、AT の制御。アクセル踏んで欲しい時にトルクが出せる。どうでしょうかね。自分はこのクラスで言うと、WRV か、この CX3 か、どちらかだと思います。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日はね、CX3。すいません、車内から失礼します。こんなやつが話してるよってのは、あったらちょっと画像を差し込みます。で、いつもの、ヒラリーはヒラリーです。私、ヒラリー男爵と申します。でね、車は2025年式の CX3 ガソリンモデル、これに乗っています。で、今日ね、すごくワクワクで、乗り味がいいところが一番かな。見た目もね、すごくいいなと思います。で、そのあたり、走る部分をメインに今日ちょっとね、この動画では述べていきたいなと。で、今ね、少し走ってきまして、シフトダウンとかしながらね、マニュアルモードでスパスパとね、これ映せたら映したいぐらい、すごくね、気持ちいい。で、エンジンはいいし、トランスミッションもいいし、いや、ほんといいです。いつも多少お世辞というかね、弱点言いながらもオブラートに包む時が、自分ありまして。でもね、そんなんじゃない。もう今日はもう、このテンションだけでお伝えしたい。そういった感じです。で、最初にちょっと見た目に関する話していいですか？っていうか勝手にしちゃいます。まず、この車は2014年デビューということで、現在11年目になります。で、11年目の今見ても、すごくね、美しいと思うんですよね。フロントマスクはマツダらしい顔で上級者感覚があって、で、あとサイドから見た時にね、こう、登って下ってと、うねるように C ピラー、D ピラーのあたりが処理されている。昔、ワンモーションなんていう言葉がありましたけれども、聞いたことあります？一筆書きみたいにね、ふわっとした優雅な曲線を描くみたいな意味だったんですね。そういったところが、この CX3 の脇から見た時のね、サイドビューで感じられて、やっぱり美しいなと。で、デザインっていうのはね、時間的耐久財と言われます。自分たち、コンピューターグラフィックス、CG とか、あと絵を描くような仕事をずっとしてきていまして、何年か前のものは古ぼかしく見える。もしくは、普遍的でもうずっと持つものを考えて作るとかね。いろいろそういった面も考えてデザインしています。もちろん車のデザインほどね、こう素晴らしい仕事、そんなに立派な仕事ではないんですけれども、でもやっぱりね、車でも思うところはそこです。この車がいくら11年経つと言ってもね、すごくね、普遍的なものはやっぱりいつになっても美しいんじゃないかなっていうのをね、感じます。多分、そんなに嫌いな方というのもね、いないと思うんですよね。自分は美しいと思うし、そこまで思わない方でも、この車はブサイクだねとか、かっこ悪いとか変わってるっていう方は少ないと思うっていうか、いないかな。いないまで言えそうなぐらいね。やっぱり11年前美しいと思ったものが、少しのブラッシュアップで現代11年目に入って、ちゃんと商品として売られている。で、美しさを感じられる。この時間的な耐久性とか、美しいものは普遍的だなって言葉を使ったときに、すごくね、いいと思います。今日ちょっと昼間の市場なので、夜のムーディーなところとかはね、ちょっと撮れないんですけれども、内装なんかもね、実用車っぽさよりは、おしゃれ感というか趣味性というかね、そっちに振られているような感じ受けますし、
こういった内外装ね、ほんと普遍的かなと。あと、運転席周りとかね、この右前のあたりとか、助手席側で言うと、インパネットドアの結合部のあたりの処理とか、意外とね、こういった部分、戦闘機的な処理を感じます。自分的なね、表現だと。で、それが最近の最新のかっこいいと言われるプリウスとかでも取り入れられているような手法でしょうし、それを11年前から取り入れているマツダ2とか、この CX3 とか、結構ね、目の付けどころが早かったんじゃないかと。で、クロスオーバー的な位置づけで、自分も昔はね、マツダ2の車高を上げただけだよなんてね、思っていた時期がありました。で、乗ってみても、それによってサスペンション固くしたりとか、なんかね、いろいろ出てきたり、悪いところが出てきてるような車って思ってた時期もありました。ただね、全然違いますね。このあたりは、マツダ2と CX3 の比較という動画を撮ったら、述べていきたいなと思っています。で、あとはね、ちょっとその頃の話。昔、多分デビュー初期だったと思うんですね。サウンドスムーザーというディーゼルの中につける部品というのが、ディーゼルエンジンのカラカラ音を軽減する部品というのがね、出回りました。多分今はみんなも標準じゃないのかなといったところなんですけれども、それがね、オプションで7万円ぐらいだったかな。で、それを聞き比べできるから、ディーラーにちょっと来ませんかっていう案内をもらったことがあるんですよね。確か CX3 で、どこのディーラーで、いつとかね、実際どうだったかとかもう全く記憶ないです。記憶ないってことはいかなかったのかなたのもあってね、ごめんなさい、ちょっと話飛びすぎました。今日は、ガソリンモデルです。で、このガソリンモデルがね、すごいね、最強の 1500cc と自分は言ってきました。で、最近、ここに来てね、去年あたりちょっとマツダ2の高圧縮版 P5VPS 乗った時に、ちょっとね、迷いが出てきたところもありましたね。いや、最強なんだけれども、自分が思う最強とはちょっと違うみたいな。で、この圧縮比13っていうタイプの P5VPS、この CX3 の 1500cc に乗って、やっぱ最強でしょと。もうこれだよって。これなんだよエンジンは。ごめんなさいと思っちゃったね、いいところでね。でもそれぐらい、もうこれだって言えるぐらいのいいところがいっぱい詰まってる。燃費性能はカタログ値 17.0 の、今こういうところ走っていて、14までいかないね、13キロ台ずっと示しています。そのくらいなんでね、1500cc としてはそんなにいい方ではないかもしれない。車重も1210キロとなっていましたから、マツダ2よりそんなに重いわけではない。50キロプラスぐらい。で、燃費の差はあるとね、燃費はそんなに良くないとしても、すごくね、気持ちがいい。それはアクセルのレスポンス、細かな反応、上がって下がってくるところまでの含めたレスポンスだね。それから音、あとは AT との協調制御の部分。もうこれ完璧でしょみたいなね。大きい車でこれだったら、普通にいいねで済みます。物価高いですからね。でも230万円の、むしろマツダの末っ子と言えるこのクラスで、このね、AT の制御、アクセル踏んで欲しい時にトルクが出せる。そう、低回転キープしてトルクあるかないかっていうよりね。それはマニュアルモードしなきゃわかんないです。今2000回転4速。このところでトルクあるかどうかっていうのはね、実際はそんなに D エンジン程度使うところじゃないと思うんですよね。トルク不足を感じた時に AT がシフトダウンする。で、それがどちらかといえば早い段階でシフトダウンしてくれれば唐突感減ります。加速しないぞって、もっと踏むぞ、大きく踏んだからシフトダウンするぞって、で戻したからシフトアップするぞってのを繰り返すからギクシャク感が出ちゃう。意外と早い状態からシフトダウンをして、ある程度そのギアをホールドしててくれた方が車はギクシャクしなくてね、滑らかに感じられる。そうした自分の理想的なね、シフトプログラムにすごくね、合っているというか、そっくりというか、そのまんまみたいなね、ところで嬉しくなっちゃいますね。繰り返しますが、エンジンもいいし、トランスミッションもいいし、そのマッチングがいい。
このトランスミッションのコンポーネンツが何々でどうこうで、変速タイミングが 0. 何秒でとか、もう全然そんなんじゃないです。乗って人が感じる心地よさとか、乗って人間が感じるトルク感とか、そこがね、すごく重要。で、この体感したことを言葉にして伝えるのが自分らレビューアーの仕事だと思っていまして、それは言葉だけではなくてね、この自分のテンションでも多分伝わります。伝わってほしいです。っていったところです。で、いい加減ちょっと次の話いきますね。ハンドル周りは最近マツダ車でもちょっとずつね、変わってきてると思います。この CX3 に乗って思うのは、中心とか切った先での補打力が強いなと。この補打力という言葉がちょっと難しくて、その打角をキープする力というのは一緒なんですけれども、例えばね、1世代前のマツダ車とかは切って戻ってこない、自動で戻る力が弱められたジオメトリーで、人間が戻す方向に切るみたいな感じでした。初代 CX5 とか、マツダ6名前が変わる前のアテンザとか、アクセラーどうだったかな、ちょっとそこは忘れちゃいました。ただそんな感じでした。で、今ね、ここで使ってる補打力というのは、中心とか切っていくときにね、打角を与えたら、それをキープしててくれる力。で、あと手の力抜いたらスッと戻るんですけれども、このいい部分での補打力、多くの人に好まれるであろう部分の補打力というのが強まっているように感じられます。中心付近が軽くて固められてなくて、スーッとね、弱い力でそーっとね、スーッと入っていけるような、ある種マニアックというかね、運転好き、車好きに適したようなハンドリングというよりは、これはね、もっと落ち着き、長距離を手放しでね、楽にね、ビシッと走れる、そんな車に仕上がったと思います。多少段差で取られる直進性の、車格的、サイズ的なね、ちょっと取られるところあって、今もちょっと左に車が向かってるぐらいなんですけれども、段差なければね、もうほんと手に力入れない、もうハンドルなんか何も触らなくてもね、まっすぐ走れる。今日風があるからちょっと無理かな。っていうのをね、実は昨日ね、この車乗る前に、ちょっと他の方のレビュー太めにしたんですね。そんなに車にお詳しい方でなかった、ごめんなさい、ちょっと言い方あれかな。なんですけれども、乗っていて、この CX3 買いました、ドライブしますっていう動画で、同じ位置にカメラつけてね、ドライバーの手元を撮っていたんですね。で、すごく運転しやすそうで、修正が最小限みたいに受けました。そういった印象を受けて、もう自分の運転普段撮ってそれを見て編集してるわけですから、他の人の映像を見てもね、どういう車が乗りやすいんだ、乗りにくいとかっていうのがね、結構手元で感じるんですね。路面の走行ライン、コーナーの R とか、入り口どの辺でハンドル切り始めるのかなとか、どのくらいこうやってやっちゃうのかなというのがね、で乗りやすい車なんだろうなっていうのを、もしかしたら中心付近が固められてるんだろうなって、マツダ車変わってんのかなって思っていたんですけれども、想像以上にね、多くの人に好まれる方向に変わっているなと。マニアックな方はどうでしょう。CX5、CX30、それからマツダ2が機敏さ、敏感さで言ったら上で、クッと切ってね、ぐんぐん行く。ブレーキもアクセルもパンパン元気がいいようなね。コンパクトカーが生き残っていくのはこの道だぞってマツダが決めたような、そうした乗り味を求めるんだったらマツダ2の方がいいかなと。こっちはもっとロングツアラー的ですね。音楽聴きながら時速80キロぐらいでこういう道を流すとか、もっと長距離だときっといいんでしょうね。今日ちょっと高速道路とか走ってる時間ないので、イメージになりますけれども、そんなところです。そうしたハンドリング、多分、もうデビュー11年目でね、そんな取り上げるレビューアーも減ってきて、話題にならないかもしれないです。多分なってないです。でも自分はこの2025年式の CX3、ここね、すごくいいなと。いいなというか、いいと思う人が多い方向に進化したんじゃないかと、変化したんじゃないかっていうのをね、感じています。で、あと、乗り心地。乗り心地は、フロントシートめちゃくちゃいいです。で、リアシートは、スペース最小限ですし、乗り心地もそれなり。これが率直なところ。一番いいかな。で、乗り心地ね、静粛性も高くて、エンジン音とか、あと排気音のね、ボーボーした音は結構聞こえる。
ただそれ以外の音が雑味がなくて、かなりね、うるさいなと感じた瞬間があったとしても、かなりね、静かな方だと思います。タイヤもね、16インチタイヤでそんな小さいタイヤってわけではないですし、そんなにね、ゴムも柔らかそうではない。で、路面を叩く音、それなりにそうですけれども、まあまあ以上にシャットアウトされています。あえて言うとね、ゴムブッシュが出すようなね、ゴツゴツと音がちょっと段差で聞こえてくるぐらい。で、乗り心地に関して言っても、フロントシートは、プルプル感、ゴツゴツ感がすごく少ないです。まあこういう、ほんのわずかね、サスペンションがプルプルしてる感じとか、目に見えないコツコツ色ってコツ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 フリクションになって、コツンコツンずっと伝えてくる車、まあいっぱいあります。で、そういうのがすごく抑えられていて、ちょっと一クラス上の車みたい。でいて、段差とかでね、伸び上がるかといえばそんなに伸び上がらずに、で、沈んだりする時のガツンとくる感じもね、そんなになくて、まあ当たり柔らかくて適度なフラット感ぐらいの感じかな。まあリアシートはね、結構素早く伸び縮みしますし、動く量大きいし、ゆっさゆっさゆすられる、素早くされちゃうんでね。まあこのあたりしょうがないのかな。まあバネ固めのダンパー柔らかめみたいなリアシートなんですけれども、フロントシートに関してはすごくね、快適性も高い。もうこれ今日ちょっとね、外気温が13度今ありまして、まあ冬にしては暖かいです。で、このような状況でね、まあ適度なゴムの柔らかさとか、そういった状況で、フロントシート快適性高いなと感じています。これ、どうでしょうかね。まあ、自分はこのクラスで言うと、WRV か、この CX3 か、どちらかだと思います。より重厚感だったら WRV。どちらかといえば軽快感を持ってというところに目を向けると CX3。で、あとは、エンジンとか装備の良さで CX3 が勝っていて、あと AT ですね。CVT がいいか AT がいいか。結構ね、自分も最近コンパクトクラスだとね、CVT の方がいいって感じることが増えていきました。まあ AT ってね、さっき述べたように車とのマッチングの部分があって、まあいいも悪いもすごく出やすい。CVT はね、ギクシャク感があるかどうかぐらいとか、まあそのくらいになってくるのかな。感覚的にはね、どうしても AT の方が言いますしね。その速度に合わせて回転数上昇するし、マニュアルモードでね、疑似ではなくて本当にスパンスパンとギアが変わっていくような感じっていうのはね、やっぱり AT じゃないと味わえないですからね。まあそんな感じになります。あとは別の動画で内装とか小さな小ネタとか、乗り味に関してもうちょっとね、まだまだ今日乗りますから、その間に感じたことなんかをよりまとまった印象、最終的な印象なんかは別の動画で述べていきますので、別の動画もぜひ見てみてください。CX5 の動画は全部で5本から6本上げていきます。その1本がマツダ2との比較ということでね、結構楽しい話ができそうだなって自分で思っています。ということで、また次の動画でお会いしましょう。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。